皆さんこんにちは。今日はですねすごくねいい天気ですね。雪もねそんなに最近降らなくて、ちょっと暖冬傾向にあるんですけれども、昨日の夜からねだいぶ濃い霧に包まれたね山のエリアはねこんな感じですごくね綺麗な、エビの尻尾がねできていますね。今ちょっとこう日が当たってきたり風の影響でボソボソと崩れたりしてるんですけれども、結構下から見てるとね見事なのでちょっとこれをね撮影したりなんかしていますね。でこれからね少しねハイクアップをしてもう少し登らなきゃいけないんですけれども、今日は山の稜線まで行って、そこでテントワークをして、山のね夕焼けとあとは朝焼けというね撮影をねしに行こうと思います。ちょっと久しぶりのテンパークなのでね、どんな感じかなというところで楽しみではあるんですけれども、引き続き登って今日は行きたいと思います。じゃあしばらくねこの素晴らしい木々たちの姿をね撮影しながらね、頑張って登っていきたいと思います。はい、ということで行ってきます。無事にですね今日のテントを張る場所に到着して、すでにねテントもね設置しました。だいぶやっぱ雪がね溶けたりして硬くなっていたので、かなりブロックはね作りやすくて、壁をね作るんですけれども、結構この辺りは風が強い高なのでね夜にかけてちょっと寝る時に困らないように設置をね、しっかりとねして、おきました。結構ね霧氷が残ってくれていて、多少溶けてるんですけれどもね、この霧氷もね明日まで残ってくれると朝日がね向こうから昇ってくる時にねいい光を受けてくれるのかなというところなので、ちょっとそれはね期待したいかなと思います。で今はちょうどね斜めから光が入っていて綺麗なこう陰影というかねそういったものもあったりしますので、この雪がついていたり霧氷がついていたりする木々たちのね、姿もね撮っていきたいかなと思います。で夕暮れにかけてはね少し、西の空の方をですね見えるようなところで撮影できたりとか、あとはこっちにね、遠くの方に、高い山が見えていますので、そういったもののね焼けるところとかもね撮れたらいいかなと思ってね、ちょっとね、いろいろと、チェックをしながら行きたいと思います。じゃあちょっとのんびりしながらね、いろいろと撮れるものはね撮っていきたいかなと思います。ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。今回新たに導入した H&Y のフィルターを活用して撮影をしていきます。まずは冒頭でも使用した K シリーズ用のドロップインリッチトーンナチュラル CPL です。これまではナチュラル CPL のみを使用してきましたが、今回新たに使用していきます。まずは簡単な比較ですが、ナチュラル CPL の効果がこちらです。続いてリッチトーンナチュラル CPL です。CPL にホワイトプロミストのソフト効果が隠し味に入り、コントラストを抑え優しい表現が可能となります。少し分かりにくいかもしれませんが、わずかに光に当たる範囲がにじむような効果が見られます。今回は光をふんだんに使える工程なので、リッチトーンを使用して撮影をしていきます。間もなくですねサンセットのね時間に、なってきましたね。今日は西にそんなに雲がないので、割と最後の光まで得れるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとねここから今ね撮影をしています。でこの後はねこっちを撮影して、向こう側の反対側のね方もね多分綺麗に染まるのかなと思いますので、ちょっと慌ただしくこの後なるかなとは思うんですけど、先にこっちをね撮っていきたいと思います。で今、カメラをセットしてねフィルターもね、準備しているんですけれども、今回ね H&Y の、角型フィルターのね新しい、ものをですねちょっと使ってみております。それがですね、ミディアムの、GND というねハーフ NT になります。もともと私が持ってるのは、
ソフトの GND なので境界線がね割と緩やかな感じで、こう輝度差があるようなシーンにねすごく便利だったんですけれども、ミディアムだともう少し空のね部分が暗くできるというところで、こういったサンセットの時間だとか、あとは太陽が昇ってくる瞬間とかそういった時に結構有利だったりするので、それをねちょっと活用してやっております。それぞれいいところありますので、その時々に合わせて使っていければと思うんですけど、今結構ね空が明るいのでちょっとこのミディアムを使って少し暗くして補正して撮影をねしているところですね。きっと明日の朝はね大活躍するんじゃないかなと思うんですけど、ひとまずね今はこのシーンをねミディアムで撮っていきたいかなと思います。じゃあ少しずつね沈んでいくかなと思うんですけれども、山々がね徐々に染まっていくところをね撮っていきたいと思います。じゃあ撮影をね続けながら少しね待っていきたいというふうに思います。ミディアム GND はソフト GND に比べ原光作用が強いので空が若干暗くなりすぎることがあります。うまくバランスを取ると非常にムードがありドラマチックな仕上がりとなります。日が沈む頃、山々がオレンジに照らされかさみゆく風景がとても綺麗でした。まるで木々たちも私と同様にその世界に誘われているようでした。今ちょっとね向こう側を早めに切り上げてねこっち側に来てるんですけど、エビの尻尾がずっと綺麗だったのでね、夕焼けどうなるかなと思ったら結構綺麗に焼けていて、割とこの時間までねエビの尻尾が残っててくれたのでよかったですね。でかなりね赤くなっていて、で上部にこう雲が通ったりするとものすごく綺麗なので、ちょっとね今手持ちで撮ってますね。シャッタースピード上げないと結構揺れてるので、どの道三脚で構えるより自由度を上げるために手持ちで今撮ってるんですけど、うわすっごい綺麗ちょっとね慌ただしいんですけど、とりあえずこちらで撮れる写真はこんな感じです。凍りついた枝先に火が灯るようにエビの尻尾が染まります。ここでもリッチトーンナチュラル CPL をフルに活用し、空と枝先の色彩のコントラストを強調しました。空が夜にシフトし始める瞬間、そこに残る光はとても情熱的でした。染まる雲が背後で流れ、その中で踊るような木々の姿、あまりの美しさに目を離すことができませんでした。たった10分ほどであっという間に雲に飲まれ、辺りは暗闇に包まれてしまいました。その後なんとか捉えられたのは谷にわずかに残る光でした。はい、ということで無事にテントまでね戻ってきましたね。いやー、あっという間にね、光が移動していって、嶽看板のねエビの尻尾がすごい綺麗だったのでちょっと撮ってたんですけど、その間にね一気にこうガスが入ってきて、反対側のね山もね撮る予定だったんですけど、その余裕はね全くなかったですね。ほんとね10分ぐらいの間ですかね。まだ撮り始めた時は、反対側の山見えてたんですけどね、10分ぐらいしたらもう一気にもうガスに飲まれていたので、いや本当にね慌ただしかったんですけど、今日はねこれで、終わろうかなというところでご飯を食べて、また明日の撮影にね備えたいと思います。明日はね割と、2000メーター以上は晴れるみたいなので、もしかしたらいい朝がね迎えられるかなと思うんですけれども、今日はねご飯食べて休もうと思います。お疲れ様でした。おはようございます。朝に、ね、なりましたね。いや昨日はガスガスでしたけどいい朝ですね。こんな感じで、東の空は開けています。じゃあ徐々に明るくなってくるのでね、ちょっと撮影の準備をしていきたいと思います。寒い。今ちょうどですね東の空から太陽がね昇り始めましたね。いや本当にね綺麗ですね。
で今ここはですね雪庇のちょっとね手前になるんですけれども、下にこう雪庇が、波のようにね、この山の谷間に向かって、あるんですけれども、これとあとはね下の山の谷間とあとはね太陽という感じで、やっていきたいかなと思います。でやっぱり太陽が昇ってくるところって相当明るいので、今回もこの H&Y のミディアムの GND を使って、上をね少し暗くしながら補正して撮っていきたいかなと思います。やっぱりソフトよりもねかなり上がね現光作用が強いので、太陽周辺の明るいところっていうのがねしっかりと暗くなってくれるのでバランスが取りやすいですね。ここからは朝日を含んだね風景を撮ったりとか、あとはね下のところもねきっとね、綺麗なオレンジ色の光がね当たってきたりして針葉樹林が綺麗だと思うので、そういったところとか、あとは山のねモルゲンロードなんかも撮影していけたらと思います。またちょっとここからはバタバタと忙しいかもしれませんが、たくさん撮っていきたいかなと思います。じゃあ超綺麗。2日目の朝一番最初に撮る写真はこんな感じです。太陽を含む撮影でソフト GND とミディアム GND の比較をすると、ミディアム GND の方が太陽周辺の露出が整っていることがわかります。やはりこんな場面ではミディアムが活躍しそうです。ここからは山の至るところに陽光が入り込みます。朝日に照らされた山々の横顔を撮るようなイメージで様々なシーンを撮影していきます。最後は太陽と反対側の方向にね来て、昨日の夕方撮影していたポイントになります。ちょうどね今手前のね、山のピークにね光が当たってきてすごくね綺麗で、今度もねちょっとフィルターを活用してるんですが、CPL ですね、リッチトーンの CPL を、使って光の反射を調節しているのと、またハーフ ND をね使ってるんですが、今回はソフトの GND をね使っています。さっきはね太陽の周辺、太陽を含んだりとか太陽周辺の、カットを取ったりしていたので、ミディアムというねちょっと濃い原光作用のあるものをですね、使っていたんですが、こっち側ねそんなに空はね明るくないんですけど、でもちょっと落としてあげた方が下のムードがね強調できますので、今回はねソフトの GND を使ってやっていきたいと思います。なのでこの2つのねフィルターの使い分けは、太陽を含んだりとかその周辺だったら、ミディアムのハーフ ND、 そうじゃなければソフトを使っていくような感じにすると、基本的にはいいのかなっていう感じはねしますね。またね今回の撮影の中で、紹介させていただいた H&Y のフィルターについては概要欄の方に詳細がありますので、ぜひチェックをしてみてください。はい、ということでこちらのね写真たちを持って終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。